貯蓄ゼロ世帯の拡大を防ぐにはどのような政策が必要だと思いますか？現在は20代の 36%、30代の 32% が貯蓄ゼロ世帯とのことです。貯蓄ゼロ世帯の定義としては、2人以上世帯は貯蓄500万以下、単身世帯は貯蓄250万以下を貯蓄ゼロと扱うそうですが、年々割合が上がっている問題があります。多分ね、貯蓄ゼロ世帯を減らすというのは無理だと思います。これがなぜ無理だと思いますかっていうと、ある種その差別的な意見にもなるかもしれませんが、世の中には一定の割合でそこまで優秀ではない人というのがいます。で、その人が作り上げるもの、生産性というのは、東南アジアの人と比べたら、東南アジアの方が安くて優秀だよねというのが残念ながら起きています。っていうのが今先進国で起きていることで、日本人でそんな優秀じゃない人に年間360万払うぐらいだったら、東南アジアの人に240万払った方がいいよねというのが起きてるんですよ。優秀では何ぞやの指標というのがどんどん変わってきてるんですよね。例えばじゃあ昔だったら卵の選別みたいな仕事というのがあったんですよ。鶏がひたすら産んだ卵というのがゴロゴロと流れてきていて、で、それを 2L、L、M みたいなのをひたすらサイズごとに分けていくみたいな。っていう感じのだったりとか、ゴミが流れてる中で不良品を外すだったりとかっていう、ある程度単純作業をひたすらやる仕事というのが世の中には結構あって、で、それはそれで給料が出てたんですよ。僕が昔その佐川急便のでやっていたような37と書いてある段ボールがあったら、こちら側のベルトコンベヤーに移す。で、そうじゃないのがあったらスルーするみたいなのをひたすらやるっていう。単純作業というのをひたすらミスなく続ける。で、それに対して給料を払うというのがあったんですけど、で今そこら辺もう機械がやるようになっちゃったんですよね。人間を雇うよりも機械がやった方がミスが少ないよね。で、人間だと8時間ごとに交代しなきゃいけないし、労働時間とか残業とかうるせえから、じゃあ全部機械にした方が得だよねっていうのがあって、得だよねっていうのも全部機械化になるパターンと、もしくは農業みたいに、日本人雇ったら年収400万払わなきゃいけないけど、ベトナムの人だったら300万でいいよね、みたいなので、技能実習生かなんかを使って、結果として安く済ませますみたいなのがあって、単純作業だけで平均年収を得るというのが難しくなってしまったんですよ、先進国は。何をもって単純作業とするかっていうところのレベルがどんどん上がってるんですよ。コンビニの店員っていうのって、昔のコンビニの店員って基本的にはレジの前で立っていて、持ってきたカゴの中をピッ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 ってやって、金額を言って、で、金額を言った後に袋にひたすらそれを詰めて、はいって渡して、お金をもらってお釣りを渡すっていう作業で済んでたんですけど、今時のコンビニだとチケットピアみたいなやつの番号を言われて、その番号でチケットを出すとか、Google のカードみたいなの出されて、その Google のカードみたいなやつをピッてやった後にアクティベートをするとか、切手を出したりとか、ポストがありますとか、コーヒーの謎のカップだけ売っていて、コーヒー入れたいんですけど、そこのカップだけ買っていただいてとかっていうのを言ったりとか、やったら仕事が増えてるんですよ。っていうので、置かれたものをピッピッピッってやってお金をもらって返すっていう仕事だけじゃなくて、じゃあお支払いどうしますか？スイカって言われたら、スイカというのをボタンを押し、V ポイントカードはありますかみたいなのを聞く。出されたカードが、それが V ポイントなのか、ワンポイントなのか、何ポイントなのか知らんけど、これはちょっとポイント使えないんですよとかっていうのをやり取りしたりとか、っていう感じで、すげえ多くの物事を知らなきゃいけないんですよ。で、そこが知ってるのが当然で、ちょっとでも知らないと怒られるみたいなのがあって、なので単純作業をひたすらやるというのが残念ながら難しくなっちゃってるんですよね。ポイントカードはまずないね。一応ね、スーパーごとのポイントカードはあるか。スイカで払うとか、ペイペイで払うとかがないんですよ。クレカしかないんで。なので、払うときにカードで払いますって言って、で、端末にそのカードを挿すかタッチするかで、現金だったら現金ですっていうだけで、店のポイントカードはあるけど、謎のポイントカード、ファミマだと V ポイントが貯まるとか、楽天ポイントが貯まるとか、JR 系のコンビニだと JRE ポイントが貯まりますとか、イオンだと和音ポイントが貯まりますとか、その店のポイントじゃないポイント貯まるじゃないですか、日本って。あれね、他の国でも僕見たことないんだけど、まず店に入ってさ、払うのに、その店のポイントじゃない謎のポイントのためのポイントカードだし、で、その後支払いもクレカなのか、スイカなのか、
ペイペイなのかっていう、クレカはわかると。でもこの電車に乗るためのもので、コンビニで物が買えるっていう。香港とかも買えるらしいんだけど、で、さらにペイペイのような謎の QR コード決済のがあって、僕ペイペイ持ってないからよくわかんないんですけど、ポンタカードとかね、楽天ポイントとか、一応ね、謎のね、経済圏がね、いろいろあるんで、なのでよくわかんない。僕もよくわかんないけど、これをね、全部把握しないとね、コンビニの店員できないんですよ。っていうのがあって、店員さんに求められるハードルというのが上がりまくってるんですよね。最近の若年者の恋愛価値観ですが、努力よりも生まれ持った容姿や才能に魅力を感じる人が多いそうです。いや、これ昔からですよ。そのこと自体は劣等な遺伝子を排除するために良いことだと思うんですが、より恋愛が難しくなったようなかなと思います。今後はこの傾向がもっと加速すると思うんですが、どう思いますか？はい、加速すると思います。お見合いみたいなものがなくなってしまったので、お見合いがなくなった以上、恋愛結婚的なもので結婚しなきゃいけないよねってなると、外形的に分かりやすい能力がある人ほど結婚がしやすくなるんですよ。外形的というのは、有名企業に勤めてますとか、財産いっぱいありますとか、年収高いですとか、イケメンです、美人ですとか、背が高いですみたいな。外形的なところで評価されていて、真面目に働いていて性格が良いですよとかというのは、評価される機会というのがあまりないんですよ。性格が良くて真面目に働いたとしても、ブサイクでデブだと跳ねられるわけですよ。別にブサイクとデブだったら、こいつと話してもしょうがないよみたいな。でもブサイクでデブだけど、聞いたこともないような会社だけど、実は結構まともないい会社で、収入もそれなりに高いみたいなのがあったとしても、デブブサイク、はい終了みたいなので弾かれるっていう、そういう時代になっちゃってるんですよね。昔お見合いというのがあった時だと、あ、この会社だったら結構いい会社だよねっていうのが分かっていて、お見合いで結婚するっていうのがあったと思うんですけど、残念ながら今それにならないっていうのがあって、東芝の子会社のメモリー系のところに転籍になったっていうので、文句を言っている奥さんみたいな話がツイッターかどっかだったんですけど、東芝本体よりはメモリー系の子会社の方が全然将来性あるんですけど、女性というのはってくりよくないんですけど、働いてない人というのは、イメージで物事を決めがちなんですよね。東芝本体にいるより利益率の高い子会社にいる方が、実は生活安定するよねというのも分かってなかったりするので、なので、東芝本体から子会社の方に転籍になったというのが、経済的には優れてることだよね。まあ、経済的にはうまくいってるよねなんだけど、親ではなく子会社という下の方に行ったというので、判断してしまうみたいになって、そう、キオクシアとかいう聞いたことがない会社に飛ばされたみたいな表現になってしまうんですけど、大手の東芝という名前がついてないっていうだけで、よろしくないと思ってしまうみたいな人みたいするんですけど。なので、お見合いシステムみたいなのがない限りは、結婚率というのは下がり続けるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。